野東院沿いの間口がめっちゃ広いですね。今回も京町屋となっております。なんと珍しく何床か、住飲食、宿泊、何でも一度ご相談ください。かなり貴重です。こんにちは。株式会社ツーポイントです。本日は下京区6条西野東院に来ております。で、今回物件紹介させてもらうのはこちらの物件です。すごい西野東院沿いの間口がめっちゃ広いですね。今回も京町屋となっております。事業物件です。では、見ていきましょう。こちら6条通りです。狭いんですけども、個人商店とかゲストハウスとかが並んでいるような通りになってます。で、今回こちら物件正面です。では、中見ていきましょう。結構広いですね。今回も京町屋ということで、天井も足張りと言われるものになってます。この辺りの竹とかもまだ綺麗ですね。いろいろ改修されてたんじゃないでしょうか。これも京町屋のそのままの特徴ですね。長い通り庭があって、で奥水回りがあります。で、こちらが板の間で、おそらく増築されてるんじゃないでしょうか。ここにちょっと無理やり洗面所があって、給湯器があります。で、これが無理やりお風呂がついてます。以前はお住まいだったそうです。京町屋って建てられたのはすごく昔大正とかなんですけども、その時代ってお風呂なかったりとか、手洗いが外にあったりとか、そういう作りが多かったので、今回みたいなこういう物件だとこうやって無理やりお風呂を仮設でつけられたりとか、こういうのって結構京町屋あるあるなんです。で、表の方に来ると 4.5 畳の和室があります。こちらの物件、京町屋ではあるんですけども、なんと珍しく何床か、住飲食、宿泊、例えば中でコーヒーの焙煎とか、そんなんも何でも OK です。さらに大規模改修もご相談可能です。かなり貴重です。結構オーナーさんこだわりがあって、ここ触ってほしくないとか、そういう方、おっしゃる方多いんですけども、この物件に関してはご相談は結構間口広くして聞いていただけるということで、何でも一度ご相談ください。じゃあお2階見ていきます。2ポイント。階段も掛け替えられていて、多少急ではあるんですけど、しっかりした階段になってます。はい、2階に来ました。結構広いですね。こちらが6畳、5畳、3畳、4.5 畳とずっとつながってる和室になってます。で、多分ここが増築部分だと思うんですけども、小上がりになってます。まだこの辺は綺麗ですね。なんかいい感じに手すりもつけられてます。口開けてもらったら西野東院側になってます。じゃあ表のお部屋見ていきます。ほんと広いですね。だいぶ縦長です。ここも収納があって、押し入れもしっかり幅があって収納たっぷりできます。あ、なんか珍しくここ穴開いてますね。結構懐も高くって針もしっかり見えてます。この天井抜いて、例えばここの壁も抜けるのであれば抜いてもらって、西の東院見えるように大きい窓とか入れてもらって、だいぶおしゃれなかっこいい空間になるんじゃないでしょうか。例えばですけど、業種としてこの辺りゲストハウスとか多いんで、朝食対応されるようなカフェとか、あとなんかおばんざい屋さんとか、そういうのとか結構いいと思います。改装も自由なので、例えば下のこちら側の壁抜いてもらって、大きい窓作ってもらって、テイクアウトできるような窓とか、で、上はイートインしてもらうとか、そういう使い方もいかがでしょうか。確かにその南の方にちょっと下がっていくと、はい、結構有名な大きなホテルもそうですね。入ってますし、大きいホテルもありますし、この裏側も結構ちっちゃいゲストハウスもいくつかあったりとか、ゲストハウスって朝食出されないんで、
そういう方向けに朝食を出されるような業種って結構受けると思います。じゃあ結構ちょっと場所、穴場スポットになりそうですね。そうですね。穴場だと思います。で、こんだけ面積があるといろんな使い方できるので、いろいろこう想像が膨らみますよね。まあいろいろ部屋見てもらって、ちょっとせっかくなんでこの奥行き測ってみましょうか。レーザーで測っていきたいと思います。Laser time. 13メートルあります。内寸です。13メートルあります。ってことは多分外寸だと、まあ、15弱ぐらいはあるんじゃないでしょうか。この西の通り沿いの今壁になっている方の間口をこういろいろ活かして、まあさっきもお話しさせてもらった通り、穴開けられるとかって窓を作るとか、何かちょっとこうアートされるとか、のあたりをちょっとうまいこといろいろ使っていただける物件かなと思います。ホテルの方々がね、はい。泊まられた方々が夜ちょっとお散歩してたら、そうですね。目につく場所ではありますね。あんまり目立ったらね、京都市うるさいんですけど。確かに6畳、まあ、西の通りに6畳という、まあ、角地ではあるので。はい、そうですね。目立つ立地ではあると思います。結構穴場スポットかなと個人的には思いますね。2ポイント。はい。では今回も内見お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の物件のポイントお願いします。はい。まず一つ目。なんといってもこの立地ですね。下京区6条西の当院、京都駅からも徒歩圏内です。周りも、宿泊施設とか、個人のお店、例えばちょっと下がってもらったら大人気のつけ麺や久保田さんとか、ちょいちょいお店もあります。で、夜も外国の方とか、結構流れがあったりする場所です。まあ、穴場スポットかなと私は思っております。では二つ目。今回の賃貸条件の良さです。京都では珍しい難所化。業種なんでも相談家という物件です。下京区ではあるんですけども、比較的お家賃もリーズナブルになっております。で、なんといっても改修も自由に可能。これも珍しいです。住居兼店舗もご相談可能なので、ぜひ一度お問い合わせをお待ちしております。今回もありがとうございました。お問い合わせは概要の公式 LINE からお願いいたします。ありがとうございました。